こんにちは。NPO 法人日本霊気協会理事長の辻陽子です。それから、こんにちは。カナダ支部のナスリンです。今日は2人でね、皆さんからの Q&A に答える対談形式の動画を撮ってみたいと思います。じゃあ、ナスリンさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけど、今カナダは何時ですか？今ですね、何時かな。ちょうど9時、朝の9時になりました。はいはい。日本は夜中の11時です。そんな感じで、今ね、遅い時間にズームで繋がって、そうそう。夜中と朝なんですけど、ズームでね、うまくこうやって繋がってやれるっていうのもオンラインのすごいところですね。本当そうですよね。うん。ねえ。じゃあ、ナスリンさんとね、日本語でやっていきましょう。はい。じゃあ、海外の霊気事情についてっていうテーマで、ちょっと質問を集めてみたので、一つ目をちょっと私が読んでみますね。高田さんからです。それぞれのお国での一般的な霊気への評価、霊気実践者の受け取られ方、イメージかな、について教えてください。ということでね。このそれぞれのお国でのっていうのは、うちの霊気協会が今5つ支部があるから、そういう意味だと思います。ナスリンさんのカナダ、それからインド、香港、韓国、フランス。それぞれのっていうことなんだけども、今日はね、カナダのナスリンさんと話してるので、ぜひカナダ支部の事情、それからお母さんのナーズさんがやってくださってるインド支部、この2つについてよかったら聞かせてもらいたいなと思うんですけど、どんな感じでしょうね。まずカナダ、トロントは。はい、トロントはですね、最近はものすごく霊気への関心が増えてきてると思うんですよね。で、10年前、私が師範になりたてでトロントに戻ってきた時と比べては、すごい全然違うと思うんですよ。で、当時、師範になりたてですごい嬉しいから、会う人に、私、霊気師範になったんだけど、霊気って知ってるって聞いてたんですけど、なんか私の周りにはいなかったんですよね、あんまり霊気してる人。だけど今は全然、変わってて、霊気って何って聞いたらみんなすごく、一応知ってるんですよね、霊気のこと。なんか、エネルギーヒーリングっていう感じで。はい。トロントそんな感じなんですね。はい。で、あと、カナダにも霊気協会っていうのがあって、結構前から、古くからあるみたいなので、その霊気やってる人はやってるんですよね。うん。日本と比べたら全然、すごい皆さん知ってるんだと思います。カナダ霊気協会は結構有名だし、しっかりした協会だなっていう印象があります。はい。ただ、カナダ霊気協会は全ての霊気を含んでる、その薄い霊気だけじゃなくって、霊気っていろんな種類ありますよね。だから全てを含んでやってるんですよね。ですね。ちなみに、インド支部の情報も、きっとみんな興味津々と思うんで、教えてください。ですね、インドはですね、そのちょうど10年ぐらい前はすっごいブームだったんですよ。で、実はそのブームの時に、母親が霊気を初めてインドで知って、習ったんですね。で、その時にちょうどなんか、会う人3人の中で1人ぐらいが、霊気知ってる、習ったのよって言ってたみたいで、それですごい興味を持って、これ霊気って一体何なんだって、調べて、で、結局は、なんだ、日本の、発祥じゃないのって言って、はい。そんな感じでした。そっかそっか、3人に1人ってすごいですよね。はい。っていうか、そもそもインドって東洋医学発祥の国だしね、アーユルヴェーダもあるし、はい。東洋医学自体がね、日本とかカナダに比べたら盛んなんじゃないですか？はい。そういう、ほら、スピリチュアル系っていうか、もともとそういうことがあるから、宗教とか信仰とかも、多分日本と比べてすごい根付いてるんで、霊気ってスーって入りやすかったんだと思います。ですね。はい。いやー、そんな感じで、じゃあ、霊気の実践してる人、霊気アチュメントを受けて自分で使ったりとか、教えてる人、その人たちのイメージ
うん。まあ、日本だったらちょっとこう、怪しいっていう感じの受け取られ方をすることもあるけど、その辺どうですかね、カナダ、トロント。全然普通だと思いますよ。霊気やってる人別に全然変って思われてない。霊気のことをよく理解してない人でも、でもそれはあなたがやってるんだからいいっていうのは、目に見えないものを扱うのは霊気だけじゃなくて、他にもいろいろあるじゃないですか。でそういうのも結構ね、トロントでは、そういうのをやってる人いるんで、全然変な人なんて思われないですよ。ああ、そっかそっか。その辺はじゃあ日本よりかなりいいイメージなのかな。はい、そうですね。うん、そっか。はい、じゃあ、これが一つ目の高田さんの質問でした。じゃあ、続いて二つ目の質問。ナスリンさん、また私、紙を読み上げます。はい。今度は酒井さんから。海外で霊気が広まっている理由は何ですか？日本の中では霊気とか目に見えないものを怪しい雰囲気と捉えてしまうイメージがあるように感じますが、海外ではそのような感覚は一般的にありますか？これちょうどね、さっきの高田さんの流れで私たちが話してたのと同じ話ですね。じゃあ、海外で霊気が広まっている理由、この辺ちょっとよかったらそのカナダ、トロントの感じを教えてください。はい。海外で霊気が広まっている理由っていうのは、まず歴史の部分がありますよね。その歴史の、霊気の歴史の部分があって、日本と比べて、その広まり方が全然違う。アメリカに入って、アメリカからカナダに入ってきてっていう部分があるので。そうね。戦争中に、太平洋戦争中ね、1940年から45年ぐらいの間に、まずハワイに行って、で、日系ハワイ人の高田さんっていう方が、主に白人の割とハイクラスな人に向けて霊気を伝えたんですよね。で、それが、欧米でバーッと広まっていったっていう感じですもんね。で、この理由って言ったらやっぱりヒーリングの効果が高かったからなんかな。どうなんでしょうね。それは多分、結構ほら、こっちでは霊気って、そう、ヒーリング、実際には触らないで、ヒーリングできるすごいものっていう感じが、今でもまだちょこちょこあるんですけど、多分それが大きかったんじゃないでしょうかね。そうだよね。日本と、私はカナダのことわからんけど、アメリカだと法律が違ってて、日本の場合は、医師免許を持ってない人が、クライアントさんの体に触れても法律上 OK なんだけど、北アメリカはダメだと思うんですよ。医師免許とか看護師免許がない人が、クライアントさんに触れるっていうことがダメで、かざさないと、浮かしとかないとダメなんだよね。それもあって、結構ヒーリングの時にね、アメリカ人の方とかは浮かすんですよね。手を相手の方にこう、ピタッと直接くっつけない。ちなみに、カナダはどうなんだろう。やっぱかざすのが主流？他のところで習ってきた方は、かざす方を好んでる方が多かったりしますね。だけど、臼井先生の頃は手は当ててたんだよっていつも説明して、当てる方が気持ちいいでしょって言ってるんですけど。なるほど。あと、好みもあるよね。なんか、かざすの好きな人もいるでしょ。かざされる方が好きな人。そうですよね。あと、今だと、ほら、なんか世界中でウェルネスとかっていう、ほら、自分のセルフケアとかに関心が大きくなってきてるんで、それでなんかすごい、カナダでもっていうか、トロント、私の周りでも、霊気の、認知度がすごい高くなってきてると思うんですよ。セルフケアが今まで以上にみんなの関心を集めてるってことだよね。はい、そうです。はい。日本語で日本語の訳ありがとうございます。いやいや、そんなつもりで言ってないけど。ナスリンさん、日本語そんなに使ってないのに、すごいよ。めっちゃペラペラです。すいません。聞
聞き取りやすいです。うん、はい。OK。私より聞き取りやすいかも。うん。はい。じゃあ、3人目の人の質問いってみます。はい。読み上げます。杉山さんから。シンボルとマントラは世界共通ですか？発音は同じなのでしょうか？興味深いです。っていう。うん、はい。ですね、これもまたやっぱりほら、西洋式と伝統式はもちろん違いますよね。発音も、シンボルも。そうだね。で、こっちで、会う師範の方は主にやっぱり西洋式をやっている。でもだからといって私がねえねえあなたのシンボルの発音の仕方教えてなんてあんまり聞く機会がなかったりするんですけど、私の印象からだとこう書いたものを見ると発音的には同じような感じがします。大体、はい、統一されているような感じがします。その西洋式で。で、書く文に関してはやっぱりなんかバージョンがあるみたいですね。ほら、やっぱり手書きで手書きっていうか口伝で伝えられたものなので、それは変わりますよね。そうですね。そうですね。そんな感じです。ですね。臼井先生が生きてた時代も、臼井先生、林先生と一緒にシンボルを考案した後も何回か変更されてるんだよね。だから、日本伝統式もシンボルっていくつかあって、うちの教会は臼井先生のラストの、これでいこうっていう最後のシンボル皆さんに指導してるんだけども、西洋式の方はどんどん伝言ゲーム的に変形していったものが西洋式のシンボルなんで、その中でもね、メジャーなシンボルもあれば、すごく変形して変わったシンボルもあって、シンボルいっぱいありますね。はい。そもそもの元のやつからね、変形してるっていうね。そんな感じですね。はい、ちなみに薄い式はシンボル4つ。合計4つ。で、薄い式じゃないものだと5つ、6つ、7つ、8つ、10、20、30、50。たくさんある、そういう流派もありますね。シンボル私はもう使えば使うほどこの4つで十分っていう感じがしていて、で、もちろん日本伝統式はシンボルは初心者のための、なんていうかな、うまく使いこなすための補助ツールみたいな感じで、上達してきたらシンボル使わなくてもいいよって教えているわけだけど、たくさんシンボルあるのってナスリンさんどう思います？薄い式じゃないカルナレイキとかさ、めっちゃたくさんある。いや、私もそんなのいらないと思う。たくさん。はっきり言っちゃった。はい、はっきり言っちゃいました。っていうか、なんか、私実は最初シンボルを日本語知ってるのに、第三シンボルを見たときに、こんなの絶対覚えられないよ、私って思ったんですよ。でもね、一回やり始まるともちろんちゃんと覚えて使いこなせるようになるんですけど、いらないですよね、そんなに。礼儀ってやっぱりシンプルで、本当につながって手を当てるだけでいいんですよ。って私は思ってます。ですね。私ね、量子物理学、科学の方のね、勉強をエネルギーヒーリングと共通するものがあるだろうなと思って、がっつり数年前に学びに行ってたのね。大人向けの、なんでしょうね、教養講座的な感じかな。そしたらね、素粒子が出てきて、素粒子の名前とか種類とかいっぱい出てきてね、もうその講義の時、他の受講生さんみんな寝てましたけど、私ね、それね、素粒子の種類聞きながらね、うわーって思ったのね。大きく分けて、素粒子っていっぱいあるんだけども、大きく分けると4つの種類に分けられるんですよ。で、それが、一つは熱、光。で、もう一つは、意志とか思念、我々の思いが飛ぶような感じの素粒子。で、もう一つは、物質化する素粒子。で、最後が、なんだっけな。なんせね、ちょうどね、何が言いたいかっていうと、4つのシンボルと、ちょうどそれが連動していたんだよね。わお、はい。それね、学んだ時に、もうちょっと鳥肌が立って、うわ、すげえって思ったんだよね。でつまり、エネルギーの性質を
加工していって便利に用途に合わせて使っていくっていうのが霊気だとシンボルだとすれば、っていうか、すごいマニアックな話してるな、今。うん。この4つで十分だなって、その時本当にね、改めて、感心したっていうか、確認できたというか、そんな感じのことがあったなっていう。で、話終わった後なんですけど、素粒子って漢字でどう書きますか？今、ちょっと頭に入ってない。はいはい。素粒子の素は、素数とか素朴とか、はい、そういう素。うん。はい、で、粒は粒。はい。で、子供の子。あ、OK。じゃあ、OK、はい。いや、もうこれかなり、科学の中でもすごいマニアックで、高校生は学ばないと思うんだよね。大学で理工学系の、そっちに進まないと、物理学の方に進まないと、多分そういう勉強しないと思うんだよね。うん。だからめっちゃマニアックなことを言ってしまいました。失礼しました。はい、話を戻すと、つまり、シンボルマントラは世界共通ではなくて、結構たくさんあるよっていうことと、皆さん学んだものに関しては、マントラの発音、ちゃんと覚えて使ってるよっていうことですよね。はい。いや、本当にね、第3シンボル、第4シンボルもだけど、こう漢字の国で生きてきた我々はまだマシだけどさ、本当にインドの人たちが一生懸命、そのシンボルを覚えて使ってるのを見たときも感動したし、あとね、世界各国いろんな国の人たちが霊気学びに来て、みんなすごい一生懸命第3シンボル、第4シンボルをね、覚えて、書き順のとこに全部こう番号振ってね。はい。あれを見ると漢字の国の人でよかったって思いますね。時間が違うんですよね。日本人の受講生の方が受けに来られた日と、全然日本人の方がいない日と、はい、中級の講座の時間がちょっと。そっかそっか。シンボルのとこでね、時間取るんやね。そうですね。それも面白い話だ。はい、言われてみればそうかも。あと、インドだと、私がすごい印象に残ってるのは、読み書きができない、学校教育を受けてない人が、霊気の師範に、ね、男の子が師範になって、彼はすごい努力をしたなって思いましたね。はい。なんかそういうのもすごく日本と違ってて考えさせられました。でも、だからこそ霊気ってすごいじゃないですか。本当に、そんなの全然関係なくって、頭で理屈で全然理解しなくてもいいわけなので、本当にね、なんか信頼して、ただ、つながって当てればいいんですよね。もう、それ大好き。私もそう思いました。だからね、結構日本の人には言葉が通じない海外の人との、霊気の交流会、練習会を、やってあげたいな、みたいな気持ちはあるの。なんか言葉通じない方がね、エネルギーめっちゃ伝わるんだよね。だから結構感動的な練習会ができるなと思ってて。もう、それすごいいい企画じゃないですか。そうなの。だからね、香港支部なんかはすごいよ。世界各国から本当に、人種も民族も違う人たちが集まってて、みんな片言の英語だったりするんで、そんな中でやってるからね、すごい面白いんですよ。めっちゃ感動します。今度ちょっと参加してみたいな。本当にね、ナスリーさんは何カ国語も喋れちゃうからさ、そう。だから韓国支部とかにイベント行ってみたら、全然通じないから、むしろ面白い。そうですね。と思います。わかりました。はい。チャレンジしてみよう。コロナが明けたらそういうのをやりたいですね。はい。ね。じゃあ、次の質問です。ブッダさんの質問です。これはちょっとナスリンさんから、綺麗な発音で読んでいただけたら嬉しいなと思ってます。はい。質問は、How did Reiki change since the time of Usui Sensei? Is it still healing or more wellness nowadays? で、
薄井先生の時代と比べて霊気は変わってますか？まだヒーリングが目的ですか？それとも最近はウェルネスの方が目的になってしまっているんでしょうかねっていう質問なんですけど。いいはい。質問。うん。めちゃいい質問ですね。うん。うん。ナスリンさん、どうですか？カナダで活動してて。だんだんそう、もっとこう、なんだろう。ヒーリングとウェルネスの、定義もなんかちょっとこんな感じ、になってるような気がするんですけども、もともとの薄井先生の、霊気の目的は、最初こっちに来た時にはちょっと忘れられてしまってたんですよね。だけど今はそれがまたリバイブしてきたような気がしてきています。私が会う霊気師範の方たちで、なんか10年前とか20年前とかに習った霊気師範で今までずっとちゃんとそういう活動してきている方は西洋式で習ったにもかかわらず、今はそのスピリチュアル系、その忘れられた半分の部分を、なんとか理解して、それを実践している方たちでさえ、私が、お会いできた霊気師範の方たちは。なので、はい、そういうことですね。私もね、ちょっと海外の事情はわからないけれども、まあ、少なくともほら、ナスリンさんも一緒にアメリカのボストンに取材に行ったじゃない？あの頃はまだまだやっぱヒーリング、治療目的の霊気っていう部分の価値をみんな感じてるんだなっていう感じはしたんだけども、それとは別に、すごく、この20数年、いろんな霊気関係者の人と会ってきて感じてるのはね、海外でヒーリング目的の霊気を学んだにもかかわらず、すごく長年一生懸命取り組んでこられた方に関しては、インド支部のナスリンさんのお母さんのナーズさんもそうなんですけどね、安心立命って知ってますかとか、臼井先生はそもそも、安心立命のために霊気をみんなに伝えたかったんですよ。そのための修行法が、手当療法、霊気ヒーリングだったんですよっていう風な話をしたり、安心立命とはっていうようなお話をさせてもらったときに、すごくそこで話が噛み合う。ヒーリング目的で霊気をやってたとしても、どんどん極めて上達していくうちに、知らず知らず安心立命の方への気づきが深まっていってて、そこの話したらすっごいわかりますって、通じ合える。これをね、何人もの人と体験ありました。世界各国いろんな国の人。で、インド支部のね、そのナーズさんに関しては、ヒンズー教の、先生から学んでて、ヒンズー教の要素もいっぱい入ってる霊気だったりとか、やっぱ他の国の人の霊気もね、うわ、なんだそれっていうようなね、変わった霊気教わってる人も実際いるんだけども、にもかかわらずね、すごい同じような安心立命に至る気づきを持ってるっていうのは、めっちゃ感動的っていうかね、うわ、そうなんだって思いました。そんなの感じませんか？ナスリンさん。そうですね、はい。結局、どんな人生を生きるのか。例えば、そうだな。生まれつき目が見えない人とかね、車椅子に乗ってる人とかがいたとして、で、じゃあ目が見えるようになったら幸せになるのか。車椅子のままじゃ幸せになれないのか。もし治らないと幸せになれないんだったら、治すための治療法を一生懸命開発したりとか、霊気で万が一治ったら、立てるようになったら、目が見えるようになったらって考えると思うんだけども、そもそも目が見えるようになるために生きてるわけではなく、歩けるようになるために生きてるわけではなくて、この生きてるぞっていうこの人生をより楽しく満喫するために生きてる。そこに考えを持っていけば、例えばすごく重い病気や治らないと言われているような持病を持っている人でも、その持病が治らなくても軽やかな喜びあふれる人生を手に入れるっていうことは実際可能ですもんね。はい。全くそうだと思います。だから本当、なんていうかな、病気が悪で健康が善とかね。こういう思い込み外すと、すごい生きる可能性、楽しみ、喜び、いろんなもんが私は倍増するんじゃないかなって思ってる。
はい。そうですよね。なので、こう、パキッとね、外していきたいんですよね。この思い込みのせいで、視野が狭くなって、しんどくなってる人も多いんで、治ろうと躍起になってしまってる人。でも、治る前から、もちろん良くなったら最高です。理想的ですけど、そこに至るまでの間も、十分に喜びやいろんなものを感じていくことは可能だよって教えてあげたいなって思います。はい。そうですね。そんなわけでちょっとこのブッダさんってすごいハンドルネーム。ブッダさんの質問に改めて戻ると、世界的に徐々にウェルネスの方に寄っていってるのかなと言っていいんだろうか。私はこっちではそのトロント、カナダで見るとものすごくそんな感じがします。で、霊気に限らず本当に、で、今そのコロナの、今すごい急激にやっぱりみんななんか自分に目を向け始めたような気がします。例えば誰か受講生さんで、今までこうだったけど、こんな風に変わられたんだよ、みたいな人のお話ありますか？そうですね。パッとは出てこない。少し前なんですけども、ちょっと半信半疑で、お友達に勧められて、友達がなんかすごい良かったから、霊気受けに来たんですよって受けに来て、で、なんか一回もやっぱり良かったから、じゃあちょっと続けて、もう、ヒーリング、やっぱりいろいろごちゃごちゃしてるから、これでなんか頭がスッキリするようなことになるんだったら、ちょっとじゃあ何回か来ますよって言って、何回かヒーリングに来てたんですね。女性です。女性で、シングルマザーで、男の子が2人いるんですよね。で、仕事も忙しいし、子育ても忙しい。はい。なんで頭が忙しいんだ。で、なんかごちゃごちゃしてるから、で、友達がなんかちょっととりあえず霊気、行ってみなよって言って、来て、一回受けて、リラックスできて気持ちよかった。で、私が勧めたのは、やっぱりね、エネルギーがきっとちょっと低下気味だから、霊気の支援を受けて少しエネルギーを上げましょう。だからちょっと何回か、週に1回ぐらいちょっと何回か通ってみてよって言ったんですよ。そしたら、OK、じゃあ、来るわって言って何回か来てくれました。でそしたらやっぱりその彼女の中でどっかでなんか動いたんですよね。で、彼女が言うには、息子との関係がなんか良くなったわって言ったんですよ。で、そんなことがあったから、じゃあやっぱり私も習わなきゃって言って、初級受けて、そしたら仕事場でもなんか、嫌だった、なんですか、一緒に仕事してた、人との関係がそんなに嫌じゃなくなったり、やっぱり精神面でいろいろ、で、彼女にも自分でもわかるようにそういうことが動いてきたんで、すごいなと。私もその頃はなんか、自分でも彼女を見ててびっくりしたっていうか、すごいって思いました。そういうの見れるのが、師範というかね、霊気を教えてる時の醍醐味ですよね。はい。そっかそっか。いやー、いいお話でした。じゃあね、ラスト5つ目の質問をまた読んでみたいと思います。円谷さんからです。海外の方は霊気の様々な実践の中で、取り組みの中でね、どのようなものをお好きな傾向にありますか？呼吸法もお好きですか？っていうね。どうなんでしょうね。これ、ナスリさんの受講生さん見ててどんな感じですか？なんかそういう、スピリチュアル系をやってて、じゃあ次は霊気かなって入ってきた、受講生さんたちは、自分の瞑想もやってるから、それにその霊気の呼吸法を取り入れてやるっていうふうにやったりするんですけども、それ以外で、初めて霊気が初めてこういう世界に入るっていう人たちは、やっぱり最初は、自己ヒーリングですよね。それがやっぱり一番かな。あと、遠隔ヒーリング、なんかみんな面白そうにやってます。
ああ、今思い出したんだけど、ナスリンさんのご主人に昔、霊気やってあげたことがある話、この前してたじゃないですか。はい。結婚前？結婚した後？いや、結婚した後でしたね。はい。うんうん。結婚した後でした。結婚する前も私が霊気やってることを自分は信じないけど、ちょこちょこ、お手伝いをしてくれてました。全然信じてなかったですけど、はい。で、結婚した後に、仕事でなんか背中すごい痛めてしまって、すごいなんかきつかったみたいなので、それでなんか、そういえばナスリーなんかやってたよな。ちょっとそのなんかやってるあれ、ほら手でやってるあれ、ちょっとやってよって言われて、なんだ霊気やれって言ってるのかしらちょっと思って、半信半疑で、OK って言って、はい、ベッドに寝てもらって、背中に手を当てて、しばらくそうやってやってました。なんかでも、見てたら顔をこう引きつってて、やっぱりすごい辛そうだったから、やっぱ結構我慢する人なので、じゃあだいぶ痛かったんやね。はい。そんな、なので、やったら、もう30分ぐらいやったのかな。それで結構和らいで、彼も自分で、すごい楽になったって言ってました。はい。それは、やるなぁ。びっくりしましたよ。だから本当信じてなくっても、霊気が流れてるなんて分からなくても全然大丈夫なんですよね。ねえ。はい、で、その後結構ほら、ご主人がお友達とかいろんな人に、ね、ナスリンさんの霊気を勧めてくれたりしてるんだよって言ってくれてたよね。はい、そうなんですよ。もう、自分ではまた、霊気やってとは絶対言わないんですけども、人には勧めるんですよ。霊気いいから、うちにおいでよ、ナスリンがやってあげるからって。はい。それはめっちゃ嬉しいね。嬉しいですよ。はい、ちなみにナスリンさん個人的には霊気のいろんな技法の中でどれが好きとかありますか？お気に入りは。私はもうなんか四六時中つながって好きなところに手を当てるのが一番いいです。もうシンプルが好きなので。自分にはい、自分に当てる。人に当てるのも好きかな。はい。でも、ただ単になんかこう場所を作ってさ、今から呼吸法をやるぞとか、今から霊気シャワーをやるぞとかっていうよりも、つながって当てるっていうのが一番好きです。そっかそっか。私は何を一番よくやってるかなって今話聞きながら考えてたんだけど、遠隔ヒーリングを一番やってると思う。だから一日にどれぐらいやってるだろう。友人や知人やいろんな人に多分50人ぐらいに、まとめて一気にやる方法でやったりしてるから、そんな時間取ってないです。あと個別にちょっと何人か気になる人にやったりとかね。なんか、一石二鳥じゃないですか。自分も、ね、霊気が満タンになるし、で、相手の人にもっていうので、ちょっとそういうお得感が好きかな。なので、遠隔ヒーリングをよくやってるかな。うちの母親も多分それが好きかもしれない。自己ヒーリングやりながら、遠隔、私もそうやってずっと最初は受けてましたからね。お母さんから。そうだそうだ。やってましたね、ナーズさんね。私あれだよ、知り合いじゃない人もたまにやってる。テレビのニュースで、なんか、この人ちょっと今辛そうだなっていうような、なんか俳優さんとかミュージシャンの人とか、別にファンじゃなくてもね、今大変だなっていうような感じの人。あと政治家の人とかね、ちょっとやってみたりすることがあります。はい。それ、伊代子さん言っちゃったら、ちょっと私が質問湧いてきたんですけど、よく受講生さんから霊気って、許可を得ないと送っちゃダメですかっていう質問。で、一応一応ね、こっちの、カナダの、常識としては、はい、許可を取ってからじゃないとダメですよ。
だけどそれはちょっとやっぱり今、陽子さんが言うみたいに、ちょっとやっぱり感じたから私の方から送りましたっていうのはいいんだよっていうふうに、言ってます。そうですね。礼儀として事前にお断りを入れましょうっていうふうに教えてるスクール結構たくさんあって、特に西洋式の欧米でバーッと広がったスクールは結構ね、礼儀という意味で、それを伝えてるところが多いですね。で、うちの教会は特に相手の承認を得なくてもいいよっていうふうにしてます。例えば、ね、意識不明で今病院で寝てるとか、そういう人なんかね、許可が取れないしね。あと、ペットもね、許可が取れませんからね。そうですよね。霊気には悪い作用が起こらないので、それに関しては私は必要ないなと思ってるんです。ただ、霊気以外のいろんな周波数のエネルギーを使う他のエネルギーワークに関しては、中にはちょっと取り扱い注意の難しいエネルギーワークもあるので、かなり上達しないと、悪い作用がいってしまうような種類のものもあります。だから、そういうものに関しては、そこのスクールのルールがきっとあるんじゃないかなと思うんだけども、霊気に関しては、最悪、何もやってないのと一緒。なので、はい、プラスの効果か、下手くそな人がやっても何も遠隔ヒーリングをやらなかったのと同じっていう。そんな感じなんで、私はもう気にせずどんどんやったらいいかなって思ってます。ただ、上達したい人はやっぱ事前にね、練習相手の人に今からやるねとか言って、で、終わった後、終わりましたっていうだけじゃなく、SNS とかチャットのやりとりなんかで、この辺がちょっと気になったけど、なんか昨日どうだったみたいなこととか、聞いてフィードバックもらった方が上達早まるなって思ってます。例えば、ナスリンさんに私がやって、ナスリンさんちょっと、私的にはちょっと今日は胃のあたりが疲れてる感じがしたけど、昨日脂っこいものいっぱい食べたのみたいなね。で、それでナスリンさんがそうなのよ、昨日はいつもより食べ過ぎちゃってさ、みたいなことを言ってくれたら、あ、私のこの感覚合ってるんだ、とか、逆にね、今日はいつもよりすごい軽やかでいい感じがしたよって伝えたら、ナスリンさんが、今日いつもより体調いいんだよね、とか、よく寝られたんだよね、とか、こういうね、フィードバックもらうのって結構、上達のポイントかなって思ってます。はい、そうですね。ありがとうございます。いえ。ほんじゃひとまず、霊気の海外事情、っていうテーマでは、これで終わってみたいと思います。はい。最後まで見てくださってありがとう。じゃあ、また次の動画でお会いしましょう。ナスレンさん、ありがとう。ありがとうございます。ではまた。